はい、こんにちは。はい、こんにちは。久々で、はい。久しぶりなんで、はい。最近やった仕事をなんとなく取っとこうはい。ということですけど、48年のシボレ。はい。これ、なんていうんですかね。フリートラインではあると思うんですけど、はい。なんか他に名称が、エアロセダンあ、はい。というやつらしいです。はい。この辺の細かい年式はよく僕分かんないんで、正確に言うと4748もそんなに僕は区別がつきません。はい。これは48年、1948年。48年のフリートラインエアロセダンというのが正しいようだけどね。はい。これぐるっと見た方がいいですかね。そうだね。車わかんない人も多いと思うので、ざーっと見た方がいいんじゃないかな。まあ、あれですよね。今、こう、やっぱ、ケイズさんだと、ロッドショーに向けて忙しい時期なんですかね、もう。これはロッドショーとかではないです。はい。いや、この長らくやっぱ動画がなかなか撮れない状況をやっぱりロッドショーの車なんかはやっぱりショーで発表したいと思うんで、ちょっとそれまで発表したくない人もいるので、あっちにその車があるんで映らないようにはい、はい、まあフリートライン、はいですかね、まあファーストバックですよね。はい、というかクーペではないですね。はい。いかにもボムですね。これは。いかにもボム。はい。ボム。まさにまあこのディアスタイルはまさにですかね。はい。で、これは実際アメリカ製作だと思うんですけど、はい。今回の仕事の依頼は、はい。とても走れたもんじゃないと。乗り心地ですかね。車高だったり全体的に、はい、で、とりあえずまあ走って普通に走れるようにっていうことで、はい、フロントマスタング2、まあいつものやつでマスタング2なんですけど、まあはい、まあケイズさん、宇田さんにとってはいつものやつですけどね、一般的にはそのフロント足回りフル交換ということで、どうしよう。こう開けてもそんな見えないんだよな、まっすぐな。そうですね。まあでも一応じゃあ開けてもらってもいいですか。外じゃなかった。やっぱり40年代後半の車をマス2っていうと確か60年代に、なんていうんですかね、後年式化。まあそうだね。まあ正直、今更60年代に後年式化って言われても微妙ですけどマス2を IFS っていう言い方もするんですけど、はい、インディペンデントフロントサスペンション、はい、独立見学ってことになるんだけど、はい、いや今時車独立見学でしょっていう。はいはい。じゃあまあ60年代当時からそんな足回りの性能多分大きく変わってないですよね。その前の年式だとちょっともともとの足回りはキングピンっていうんですか。そうだね。はい。マス2でマス2ね、割と組みにくいっす。組みにくい理由は、はい、マスタング2っていうのは、割と V8 スワップ。これ直4の、直6、すいません、直6のままですね。で直6のままの方がマス2はどっちかっていうと組みにくい。オイルパンの問題とか位置の問題なんだけど、はい。でまあこれも組みにくいですね。あとどうだろう、こ
このタイプの車は、直力で間に割ってあるんで、大体が。まあ大体割ってあります、間に割ってあるって言い方厳しいかな。マニホールドが分割してあるってことですよね、この辺、この辺り。そうすると、そうですかね、マフラーが、下をエンジンの下をまたいであったりとか、はい、変な取り回しになってるんで、はい、車高は下げにくい。マフラー干渉、この辺のやっぱハンドルのあたりもちょっと結構そうだね、近い、ハンドルも、近いですもんね。あとは直力だとエンジンマウントを全然作り直さないといけないんで、はい、まあV8 も作らないといけないんだけど、はい、直力のが割と作りにくいかな。はい、そういう面でまっすぐ化っていうのはちょっとそうですね、エンジンマウントが長めに。これ本物の位置じゃないもんで、本物はねフロントにあるんだ。エンジンマウントですか。はい、フロント側にあるんだけど、はい、他につけるとこないんで、あそこなんか3ボルトもともとブロックに開いてるんで、はい、別の位置でマウントを、それ全部手作りだから。手作り、はい、はい、そういうことですか。そんな感じかな。で、これは皆さんでも苦労するとハンドルなんかやっぱり新規っていうと難易度高いかなって。そうだね、はい、でもまっすぐそれなりにステアリングはみんなやりにくいんで、はい、新しく作るんで、ハンドルシャフト新規、あと珍しくうちとしては、はい、どっちかっていうと車高上げてます。乗り心地のことを考えて、どっちかっていうと一般仕様を考えてやった方なんで、オーナーの希望が乗りやすくしたいっていう、だから、はい、アメリカでセッティングされてる状況っていうのが俺は決していいとは思わないんで、まあ特にリア足なんだけど、リア足はノンノッチなんだけど、ノンノッチ、はいはい、ノンノッチなんですけど、それでデフが無理やり上に上がってたんで、それぐらいだったら車高を上げた方がいいと。はい、フレーム干渉、デフがフレーム干渉しちゃってるんじゃないかなみたいな状況、車高は落としてあったけど、っていうことでいいんでしょう。まあいろんな要素が、はい、リーフですかね。リーフですよね、もともとは。もともとはエアが入ってたわけじゃなくて、エア入ってました。っていうことですか。はい、はい。でそのエアの組み方も僕はあまりいいと思わないんで、はい、これでそのまま乗るよりは若干車高を上げた方がいいだろう、はい、のですね。それはまあオーナーがどういう車高を望むかにもよるんだけど、まあ超車高端ってリスクは伴うんで、はい、じゃあそのリスクは回避した方がいい、回避すべきだと思うと、どっちかっていうと車高は上がっちゃいますね。はい、はい、まあ車庫端屋の俺が言うことではないですけど、はい、車庫端屋だったんですね。はい、まあ人によるんで、はい、ユニットもどうですか？新規ユニットに変えてるとかじゃなくて、もともとのユニット。新規ユニットはじゃあ見てみましょう。はい、リアも組み替えしたという話でいいんでしょうか、今のは。よいしょ。ユニットなんか、ね、すいません、なんか配線やりっぱなしですけど、はい、これ新しいですね。全部新新しくつけたやつで、アキュエアの新型だね。
はい。おそらく何が違うかっていうと、はい、電磁弁がタンクの中に入ってるタイプで、すっきりそう言われれば、はい、すっきり。物は少ないくなってるかな。はい。ただこれまだ割と実験的な段階かなと思うんだけど、アキュエアさんのこのシステムがっていうことですね。はい、本当にエアタンクの中にバルブがあることがいいのかなっていう疑問はちょっとありますね。どっちが湿気とか、この裏見るとコードが隠れてるんですね。まあでもすごくよく考えられていることは確かなんだけど、電磁弁のトラブルの時にタンクを分解しないとできないんで、まあ交換、タンク電磁弁ごとフル交換になっちゃう可能性がっていう、でもここでね、ここにボルトあるじゃん。このタンク蓋がボルトで止まってんだ。でオーリングで機密してるんで、開くんですね。ユニットは一応その、アクセスできるっていうことなんですね。まあそんな感じっすかね。リアも当然組み直した。リアね、組み直してない。リアは組み直してないですね。なんならその車高の上げた部分。そうだね。はい。じゃあフロントマス2のユニット交換でリアはそのまま使ったっていう形ですかね、アメリカは。エアサスユニットは組み直してるんだけど、はい。であとは一応塗装屋さんじゃないと分かりにくいんだけど、はい、これキャンディーフレークなんで、はい、一応映ってますね、はい、でそれがもう表面劣化しちゃって、はい、ほとんどダメな状態なんだけど、はい、それを部修をたくさんしてくれるっていう注文で。部分補修の部修ですかね。部分補修たくさんしました。はい。ただ塗装関係者じゃないと分かんないんだけど、はい、まあキャンディーフレークの部修をそこら中するって、はい、そんなのできるわけないじゃん。できるわけないと思うんですけど、そうですね。もうそこら中でって言ったら全部塗っちゃった方がっていう。まあ。それをお客さんにも勧めましたが、はい、そうだな、もし本気で塗るんだったら総白から入るべきだよっていうのもあって、はい、まあなんとか部修しましょうっていうことで、はい、屋根1枚と、トランク1、フェンダースカート1、両フェンダーっていうその他ポイントで補修してるっていうすごい変則的な塗り方になっちゃった。上面が基本的に劣化しやすい上面を中心に。上面はねほとんどみんな抜けてた。はいはい。そうですね。ですね。そんな感じですね。はい。あとはこれもあるんだけど、はい、この辺の年式であるとですね、もうなんていうかな、この辺の付き方がもうモールの揃い具合とかがほぼめちゃくちゃになってます。ガタガタ。でそれがどうも嫌だと。はい、お客さんは。で、この辺を作り直してます、実は。この辺から切断しちゃって。結構やってますね、はい。旧鉄板はもう破棄しちゃって、はい、この辺は全部新規で作ってます。結構、なんかさらっと言いましたけど、はい。なるほど。このモールを合わせる
プラス結構錆びてたりっていう、あともう形がなんかおかしくて、ぐにゃぐにゃっていうことですか。対ドアに対するフェインダーが、全然合わないと。はい、はい、それ両サイドやってるんですけど、はい、それすごい地味に大変です。はい、聞いただけでも大変ですけどね。そうだね。そんな感じかな。もうあれですか、サビとかで劣化っていうよりはもうガタガタだから作り直す。ガタガタだから修正しようとしたのね。はい。とりあえず打撃修正を試みたら、はい、パコパコ穴開いちゃったもんで。もうまあ鉄板の強度も、鉄板自体ももう劣化してて、はい、薄くなってる。はい。打撃にも耐えられない。で、過去多分2回か3回部分でパッチ貼ってあったよね。はい。まあ古い車やってるとよくわかることなんだけど、はい、じゃあこれを修正するぐらいだったらまあ大きいレベルで1枚作っちゃおうっていうことで、右左のフェインダーのこの辺から下は新規作りで、はい、地味なレストアだよね。はいはい。もうじゃあフェンダーは完全に1枚塗りですかね。これね、それでその作業をすることによってこの辺までサーフェイサーになっちゃってるんで、はい、1枚というか、でも色ははっきり言って合わないんで、これ合わせられない。はい。自分が塗ったキャンディーの比較的新しい時だったら合わせられるけど、もう劣化したキャンディーを同一にすることはできないっていうことで、この辺まで着色で、こっちは元色を使ってるかな。あ、そうですか。はい。まあぼかしだね。はい。これ簡単に言うけど、はい、すごく難しいです。キャンディーペイント技能としては。キャンディーのぼかしってちょっと画像ではかなり黒くちゃってるんですけど、色的には宇田さんが表現するのはこれ何色？これ。はい。これはね、多分なんだけど、ディープマルーン、黒っぽいディープマルーンがベースになってる。割と黒い、かなり黒いベースに、フレーキ、これね、ここシルバーでしょ。はい。これシルバーな理由は、はい、上のキャンディーが飛んでるんで、ナイフで。キャンディーがシルバーフレークオンキャンディーのなんだけどキャンディーが飛んでる。すごくよく見ていくと、はい、シルバーの部分と、はい、上にバーガンディーかブランディーワインがかかっているところが何箇所か点在するじゃん。はい、だもんでまあ退色してる状態。はい、まあ雑把には分からない程度にしか補修はできないけど、はい、その細かい目でこことここがどう違うとかいうところまではいけないけどね。はい。まあ綺麗にモールが揃ってますね。で俺どうしたっけ？俺はそのちょっと茶色っぽいベースを作って、茶色からマルーンのベースを一回作って、そこにレッドフレークにしちゃいました。そうですか。はい。でレッドフレークで、軽くバーガンディーをかけるぐらいで、はい、基本はもうアップルレッドですかね。バーガンディー。バーガンディー。はい。フレーク、すみません、キャンディーがレッドなんじゃなくてフレークがレッドなんですね。フレークをレッドにしちゃった。はいはいはい。軽く
キャンディーかけるぐらいじゃないと多分合わないと思ったんですよ。強く着色しちゃうと合わないんで、でもフレークはかけないといけないと、はい、そうするとシルバーからいくよりもフレークにあらかじめ赤を入れちゃった方が、一致しやすいかなっていう。もともとのフレークがシルバーフレークであろうっていうことですね。で、その上のキャンディーが抜けてるからシルバーになっちゃってる状態。このシルバーキラキラ見えてるのは宇田さんが塗ったものじゃなくて元色のフレーク。それがね、もう混在してるんでわからない。はい、そんな感じですかね。だから、まあ当然マス足回りもあったんだけど、そういう細かい、ボディの切り合わせだったりとか、色合わせに異常に時間を割いてしまった感じです。はい。です。今日はそれぐらいです。今日は、ありがとうございました。まあ、最近こんな仕事ですっていうところで。はい、ありがとうございました。48年のシボレ。48年。エアロセダンっていう名前みたいだよ。フリートラインエアロセダンっていうところでしょうかね。はい、わかりました。ありがとうございます。ついでにじゃあ予告しちゃうか。予告いきますか。これ64インパラなんですけど。これ映しても大丈夫なんですか。これ映しても大丈夫じゃないかな。ちょっとこう、はい、こっち回りで、はい。まだ作業してない状況だね。あ、それ大事ですね。はい、何やるのかみたいな、次回こんなみたいな。はい。これからこっち映さない方がいいですよね。こっち、これ映らない方が。そっちあんまり映らない。はい、映らないようにやってます。はい。これは何頼まれてる。あ、ちょっとでも、はい。フレーム地面付けと。あ、結構がっつりですね。はい、はい。フレーム地面付けと低く走れるっていう。あ、こっちはじゃあさっきの48年とは別、逆にもう、初めからそのつもりで。乗り心地よりも低い方の得意の方ですかね。両立させますけど。ああ。はいはい。今は現状はこれフルストックに近いんじゃないかな。はい。どうだろう。ロワードしてあんのかな。この辺り俺よく。いや、ロワードしてなければわかんないですけど、ちょっとかぶり的にはしてある、まあしてあると思いますよ。まあタイヤ扁平だしね。はい。で、インパラ、これはそうだ。これ分かんない人はあんまり少ないと思うんですけど、はい、64インパラですね。はい。ローライダーの代表的な車種だね。キングオブインパラですかね。はい、64といえば。で、モール配置が違うんで、SS グレードなのかな。ああ、はいはい。それが不思議だなと思うんだけど。SS っていうとじゃあシフトとかフロア。フロアだよ。あ、フロアですね。本物かどうかわかんないけど。はい。そんぐらいの違いです。多分このモールが SS 専用なんじゃないかな。はい。64ってこう四角く囲われてるようなイメージがあるのに対して、はいはい、これそこにしかないじゃん。はい。だからなんとなくイメージパッと見のイメージだと62とかその辺を連想しちゃうんだけど。はい。SS グレードの64インパラっていうことなんですね。はい。フロアシフト。あ、はい。SS って書いてありました。どこに書いてある？あそこにも書いてある。はい。そこはインパラマーク。多分これが。盆開けすぐに始めると思います。はい、じゃあこれを車高がどこまで落ちてどんな風な乗り心地になるのかっていうところで、はい、楽しみ。またじゃあ、はい、ぐらいですかね。はい、はい、なんかありますか。
他はいやねいやないです。あ、そうですか。はい、ありがとうございました。はい。